ことでボーナスも出たばっかり、また夏お出かけもたくさん控えてたりと、私自身とっても物欲が高まっているタイミングでして、そんな7月に出会ったお気に入りたちをちょっとまとめてご紹介していきたいなと思います。大きく分けて全部で5つご紹介していきますので、ぜひ最後まで動画ご視聴よろしくお願いします。ということで早速動画スタート。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。じゃあまず1つ目と2つ目はちょっとまとめていこうかなと思います。まずはですね、こちらじゃじゃーん、ジュエリー購入しました。ジュエリーというかピアスなんですけど、今回スワロフスキーで初めてアクセサリーを買ってみました。でちょっと実際の商品今つけてるんですけど、こんな感じ。はい、こんな感じのちょっとゆらゆらするダイヤ調のピアスを購入しました。はい、商品名がスティーラーフープピアスかな。参考価格が22,000円。私は購入時の価格で17,600円でした。ずっと一粒ダイヤのピアスばっかりつけてたので、いい加減新しいピアス欲しくないかと思ってた。私は Amazon で購入をしたんですけど、そのままいつもの Amazon の紙袋に入ってるだけっていう簡易包装なので、ジュエリーを購入した時の手提げのワクワク感とか開封するワクワク感を楽しみたい方はもしかしたら店舗で購入した方がいいかなとは思うんですけど、私はじっくりいろんな商品見てネットで買えるのもいいなと思いました。見えるかな。こんな感じのゆらゆらするデザインになっていて、前から見ると綺麗にダイヤスワロフスキーがくっついているデザインなんですけど、これ裏返すと、土台部分が見えるような作りになっているので、片面デザインっていう風になっています。でもそんなにその安っぽさとかもあまり感じないので、このサイズ感でこの金額で買えるっていうことはなかなか素晴らしいことかなと思いますし、キラッと感も結構離れた距離で鏡を見たりしてもしっかりいいぐらいに存在感があって、とっても素敵だなと思っています。可愛くないですか？ゆらゆらの長さが長すぎないところと、この土台のところ、このフープになってるところにもしっかりスワロフスキーがついてて、全体的にキラッとしてるところが可愛いなと思います。はい、で、それに付随するような感じで、こちらじゃじゃーん、ジュエリーケースを購入しました。私はジュエッテの商品を購入したんですけど、キャリーポーチカラーがオフホワイト、3,850円の商品です。私これ本当に長い間ずっとカートに入れてて買うか迷ってて、ついに購入した商品だったんですけど、ちょっと正直思ってたのと違ったかなという感想です。商品画像だとこの外がホワイトのレザーで内側が結構緑に見えてて、色味的にはバンクリの緑みたいな感じの色味をイメージしてたんですけど、実際届くとでもこれも映像で見ると緑っぽくは見えるかもしれない。光の当たり方とかによっては緑に見えるかもしれないんですけど、緑というよりは濃いめのグレー、若干緑みは確かにあるっちゃあるんですけど、肉眼で見てパッと緑だなっていう感じには見られないかなと思います。あとはサイズ感、サイズがちょっとめちゃくちゃ大きかった。もともと使ってたのがこちらのエテのジュエリーケースなんですけど、これがちょっとサイズが足りないなと思って、もう少し大きいサイズのものが欲しいなと思った時にこちらを見つけたんですけど、ちょっとサイズが倍ぐらいですかね。高さはちょっと高くなったぐらいで、シンプルにここが2倍になったような感じで、結構厚くて大きいので、本当に 2,3 泊以上するような旅行の時とかにいろんなジュエリーを一緒に持っていきたいっていう時に、使う用のポーチかなと思います。もともと使ってたエテのポーチがもう時計が入らなくって、時計入れると他のものを全部諦めないと、時計を入れると逆にピアスが入れられないみたいな感じが気になってたので、ちょっと大きめにしたんですけど、ちょっとさすがに大きかったかなっていう気はする。持ち運ぶのが邪魔になるのと、
こんな感じで時計を入れた時に結構こっちが余っちゃうんですよね。ここもバングルとかだったら逆にちょうど良かったりもするし、一長一短なんですけど、私はここに時計を入れて、このコロンと開いてるところにトリニティみたいな大ぶりのピアスを入れたりとか、こういう大きいモチーフタイプのリングがある時とかはしっかり入れて、こういう風に仕切りがつくので、そうすると動いた時とかにもこのトリニティ同士がぶつかったりして傷がつくとか、そういうのが防げるので、すごくいいのかなと思います。あとはここにこんな風にこう輪っかパチッと留められるようになってるので、こんな感じでリングを収納したりですとか、ここにピアスをつけてさせて持っていけたり、ここをぐるっと巻きつけてネックレスを持っていけるようになっています。ネックレスはこんな感じかな。で出すとこういう感じで、やっぱりネックレスとかがこのケースの中でぐるぐるこう巻きついてしまって、いざつけようとした時につけられないっていうことが本当に多いので、ネックレスが綺麗に収納できそうなものがいいなと思ったんですけど、これ使い心地は良さそうなので、ジュエリー大好きな皆さん、ぜひ収納力いいなと思った方はぜひ参考にしてみてください。私にはちょっと大きかった気もしますけど、これからどんどんジュエリーも増えてくると思うし、やっぱり私あんまり日常的に大きいアクセサリーを会社とかにつけていかない分、旅行とかお出かけの時はいろんなジュエリーを使いたいなって思ってて、そういう時にいっぱいジュエリー持っていきたいのに入れ物がないとか、ぐちゃぐちゃにして傷つけたくないとかで持ち運べないことが多かったので、こういうケースがあると安心かなと思っています。私的にはやっぱちょっとこの色味がもうちょっと緑が良かった。ショック。本当にバンクリーイメージで買ったアイテムだったので、ちょっとショックではあるんですけど、これもこれでシンプルで大人っぽいので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ次のアイテムです。次の商品がじゃーん、こちらの iPhone ケースです。ということで夏に向けて今の気分にぴったりな iPhone ケースをゲットしました。もともと私このホワイトのウェブシリコンケース、見覚えある方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、これを愛用していたことをきっかけにご相談をいただいて、今回の動画はケースティファイさんとのタイアップ動画になります。私の URL から飛んで購入していただくと対象商品が 15% オフになるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、じゃあまず商品の紹介しましょうか。こちらのスマホケース、こちらが、オーキディアのミラーリングスタンドケースマグセーフ対応の商品で、こちらが定価で 11,330 円の商品になっています。裏面がですね、こんな感じでミラーになっているケースで、ここにプリントで私の大好きなランのお花が2つ載っている、そんな商品になっています。私がスマホ選ぶときに必須条件にしているマグセーフ対応っていうマグネットがくっつく仕様になっていて、さらにこのカメラの周りのこの枠がなんとビヨーンと動くんです。これがですね、スマホリング的な感じで使ったりとか、こういう感じでスマホを立たせて使うっていう使い方もできるリングになっています。こういうリングって別でつけたり外したりすることが多いと思うんですけど、もう今回はケースにくっついてるような感じになっているので、なくさないしコンパクトだしっていうところが魅力的かなと思います。なんか今年結構また花柄が流行ってるような気がして、小さい小花柄とかももちろん可愛いんですけど、なんかこういうインパクトのある大きい花柄っていうのをすごく、お洋服とか小物とかで見かけるような気がしていて、自分的にもこういうコチョウランとかそういうお花が、今年の2026年のマイトレンドでもあったりするので、すごい今の気分にぴったりだなと思ってこちらを選んでみました。こういう大きくてインパクトのあるものは小物から取り入れると取り入れやすいよなと思って iPhone ケースにぴったりかなと思って選んでみたんですけど、他にも人気の柄がたくさんあったりするので、ぜひホームページ見てみてください。レースとかドットとか結構今年のトレンドっぽい絵柄もたくさんありますし、あ
とは自分の好きな写真とかをカスタマイズして自分だけのスマホを作ったりっていうのもできるみたいです。スマホがミラーケースだと外出中に口紅を塗り直したりできるっていうのももちろんなんですけど、このぐらい大きくミラーで見えると髪の毛とかも見れるのがいいなと思いました。ちょっとお花の絵があるので完全ではないですけど結構見やすいので、髪の毛をさーっとまとめたりとか前髪が大丈夫かなっていうのをチェックしたりとか、そういう時にもすごく便利だなと思います。イヤリングとかアクセサリーとかチェックできるのもいいなと思います。私本当に一日中ずっとスマートフォンと一緒に移動しててYouTube とかをよく見ながら家事するので、こうちょっとお風呂場に行って洗濯物を干しながら見たりキッチンに持って行って続きを見たりとかする時に、こういうスマホリングがあるとこういう風に角度をつけられると動画とか見やすいですし、角度調整も結構できるのでそこもいいなと思います。見やすい角度に調整しやすいので便利だなと思います。あとは地味にこれ電車乗ってる時とかに落ちにくくて安心なのでそこも意外といいなと思います。なんかちょっといつもと雰囲気違くていいですよね。私今日はちょっとミーターをイメージするような大人上品な感じで決めてみたんですけど、ちょっとスマホで柄があるとワンポイントにもなりますし、お上品な感じでトレンド感もあってすごく可愛いなと思ってめちゃくちゃ気に入ってます。そうは言ってもですね、このどんなお洋服にでも合わせやすい真っ白ケース、これも本当に気に入ってて、ちょっとすいません、これは15% オフの対象外なのでちょっと気をつけてほしいんですけど、これに合わせて使える小物もあるのでご紹介します。まず1つ目、こちらがスナッピーウェーブシリコングリップスタンド、カラーがホワイトで5280円です。これもですね、こういう感じで滑らせるとこうスマートフォンを立てることができる感じで立てられる便利アイテムです。あとは持ち運ぶ時とかもこういう風に間に指を引っ掛けるとこんな感じで落ちにくくしっかりと持てるのですごく便利なグリップになっています。こちらも 15% オフ。あとはこちら、私の動画の視聴者さんはジュエリー好きの方が多いので気に入る方が多いんじゃないかなと思うんですけど、これ可愛くてこちらのパールのストラップはカスタムスマホストラップ。私はパールの方で6820円。クラシックパールのカラーになっています。私はスタンダードなデザインにしたんですけど、ここのチャームのところをですね、自分のお名前とか好きなアルファベットで4つぐらい入れて自分だけのストラップにアレンジもできるような商品になっています。かわいい。この横にストラップの穴がついてるのでこんな感じで通してじゃん装着するとこんな感じになります。でこんな感じで手首につけられる長さなんですけど、これが地味に便利で首までこうしっかりぶら下げるってなるとやっぱ髪の毛がボサボサになったりとか洋服との組み合わせとかが私は結構気になってしまうんですけど、この長さだとほんと手首だけなので全然気にせず持ちやすいっていうのもあるし、もう本当にちっちゃいミニバッグで行きたいっていう時にスマホはもうバッグに入らないよっていう時にこういう感じで別で持ち運びやすいのがすごくいいなと思います。このぐらいのサイズ感があればまだスマホを入れられると思うんですけど、例えば私の持ってるアイテムだとシャネルのミニマトラッセとかそういう小さいものの時もう絶対スマホはちょっとバッグの中には入れられないです、でもポケットがないっていうお洋服も多かったりするので、そういう時にこれがあるとちょっとしたバッグ代わりじゃないですけど持ち運びやすいのでそこもすごく便利だなと思います。パールの感じもいろんなサイズのパールがこう連なっているようなデザインで高級感もあるししっかり安心して使えるような感じ、なんか手首にぶら下げた時にブレスレットみたいな感じでこの見えるこのパールデザインはやっぱり我々ジュエリー大好き人間にとってはすごくいいんじゃないでしょうか。めっちゃ可愛い。なんか安っぽく見えないような気がしてそこもお気に入りです。たくさん使ってお出かけしたいと思います。
シンプルなストラップなので、こちらのお花の方に合わせても可愛く持てるかなと思います。はい。で、商品のリンクは概要欄やコメント欄のところに貼り付けてあります。リンクを踏むとそのまま割引商品が値引きされた状態でお買い物ができるようになるので、ぜひチェックしてみてください。私がご紹介した商品だと、こちらの白いウェーブシリコンケースの本体の方のみが対象外になります。本当に種類も豊富で、かなりのアイテムが 15% オフ対象なので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。スマホケース何使ってますかとか、おすすめありますかとか、意外に質問いただくことが多くって、やっぱり毎日持っていくものってもはやお財布よりもスマホケースみたいなところあるので、やっぱみんな気になってるんだなと思います。じゃあ次、かわいい。はい、またまた可愛すぎる。近沢レースのハンカチを購入しました。めっちゃ気に入ってます。これでもあんまバズんないでほしいな。もう人気の商品ではあるんですけど、近沢レースというこういうレースが有名なお店のハンカチで、物によってお値段も違うんですけれど、だいたいこれがタオルハンカチミニオン、1430円。この大きい花柄の刺繍になっているものがタオルハンカチオールドローズ、1650円。はたまたこちらの小さいサイズ、これが一回り小さいサイズになっていて、スプレーローズピンクで1100円という価格になります。一番安くてハンカチって500円ぐらいから売られてると思うので、それに比べると少しだけ高くはなるんですけど、高すぎないので本当に使いやすい。素材もしっかりと吸ってくれるし、レースのところも洗濯しても全然へたったりとかが気にならなくてすごくいいなと思っています。これめちゃくちゃ気に入ったので、もっともっといろんな色欲しいなと思ってるんですけど、一旦3色持っていて、どれが一番とかも決めがたいですけど、地味に結構気に入ってるのがこのオールドローズ。大きいバラ柄の刺繍になっているデザイン。あえてまずは真っ白購入してみたんですけど、ネイビーとかもほんと可愛かった。レースの部分がすっごくしっかりしてて、刺繍っていう感じかな。なんかすごく高級感があって可愛いんですよ。悪目立ちもしないし、いいハンカチっていう感じでとっても使いやすい。シンプルながら華やかで、かつ上品さがあるという、イメージはミータンなんですけれど、そういうのを目指した時にすごくしっくりくるハンカチでめちゃくちゃ気に入ってます。こういう色物も可愛い色たくさんあって、淡い色に白いレースとかもすごく可愛いし、これまた真っ白合わせとか黒ネイビーとかも可愛いです。このレース部分がキャラクターになってたり、限定もののデザインになってるものもあるんですけど、私は今のところ通常のシンプルデザインの方が好きかな。でもいろいろ限定ものとかもチェックして気になるものを集めていきたいなと思ってるハンカチです。ちなみにこれはですね、一回り小さいサイズなんですけど、これはミニバッグを持っていく時にめちゃくちゃいいかなと思って、本当に荷物が入らないので、これ結構コンパクトになるんですよ。こんな感じで、通常のハンカチがこれだとすると、一番ちっちゃくするともうほんと3分の1、ほんと半分ぐらいのサイズ感になるので、バッグに入れたり、本当に極限まで物を減らしたいっていう時にいいなと思っています。ミニバッグでも極力ハンカチは持ち運びたいので、これいいなと思って買いました。縁だけ薄いピンクになってるところも可愛いなと。はい。じゃあ次。はい、じゃあラストの商品になります。はい、こちらのミュールを購入しました。はい。で、こちらが私も大好きなシューズのブランドのルタロンの中でも、このグリーズというラインナップの商品になっています。グリーズシアーストラップスリングバッグ。価格が 14,300 円。見たまんまですけど、つま先が尖っているミュールタイプ。で、ここの刺繍のレースがとても可愛いデザインのサンダルになっております。フラットなシューズなので身長が高くなってしまわないっていうところ、かつつま先のデザインもあってすっきり見えるし、ちゃんとヒールを履いてるような上品さ、しっかり気合を入れてる感じが出るかなと思ってこちらを選んでみました。やっぱパンプスを履いたらいいんでしょうけど、身長が高くなるのが本当に嫌なので、フラットなミュールっていいなと思ってちょっと迷ったんですけど、こちらをゲットしてみました。
前コメントもくださったんですけど、ミュールとかだとつま先ネイルをしてなくても気楽に履けるっていうコメントもらって、確かにと思って、私夏以外も結構足もちゃんとネイルしてたりするんですけど、やっぱりこう忙しい時とか急にお出かけってなった時とかにネイルが取れてるから履けないってなると結構限られてしまうので、そういう意味でもいつでも履きやすくていいなと思います。私的に地味に気に入ってるのがこの箱のシルバーと中のブルーが鮮やかで可愛いと思って、こんな感じの、私結構ラッピングとかが好きなので買い物の楽しさを感じていいなと思います。ずっとサンダル欲しいなっていうのをいろんな動画でお話ししてたと思うんですけど、やっぱサンダルいいの欲しいなと思いつつも7月終わってしまうしと考えると、いい靴はちょっとバレーシューズか何かにして、今年のサンダルはこれにしようかなと思って。難しいですよね。なんか夏にならないとサンダル欲しい気持ちにならないし、かといって夏になったら在庫がなかったりとか、なかなか迷いすぎて夏終わってしまったりとか、本当買い物難しいけど楽しいなと思う。今日のコーディネートもすごく足元をこのレースで格上げされるなと思いましたし、前回のグレールの動画とかでも着がちょっとだけ出してるので、ああいうデニム合わせもいけるし、こういうお上品コーデでもいけるし、結構使いやすいんじゃないかなと思います。まだギリギリ在庫あるかな。ぜひ早めにチェックしてみてください。はい、ということで以上7月に出会ったお気に入りたちのご紹介でした。本当に改めて並べてみると、今の自分の気分とか、あとは今年目指したい自分の理想の雰囲気っていうのにぴったりな商品をたくさんゲットできたなと。夏がより一層楽しみになったし、帰省とか旅行とかお出かけとかあるので、いろんなコーディネートとかファッションでいろいろ組み合わせて楽しんでいくのもすごく楽しみだなと思って、暑い夏ですけど前向きに楽しみに思えてくるなと思います。はい、今回タイアップさせていただいたこちらのケースティファイのスマホケースも本当にびっくりするぐらいラインナップも豊富で、さらにカスタマイズもできるっていうことで、皆さんも何か自分にぴったりのお気に入りのスマホケースが見つかるんじゃないかなと思います。旅行とかも多いシーズンだと思うので、こういうミラーケースとかはやっぱ移動とかが多いこの夏の時期にももってこいなんじゃないかなと思います。 15% オフになるこの機会、ぜひ皆さんお揃いしましょう。はい、ということで最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。はい、おまけです。はい、今日のお洋服ご紹介します。こちらはですね、去年ミーターになりたいセットアップということで、上下スナイデルで購入したお気に入りのセットアップのアイテムになります。ミータンがとあるブランドのインスタライブで着ていたセットアップに似ているなと思って買ってみたアイテムになります。ちょっと今年全く同じものが売られているか定かじゃないですけど、こういう肌なじみが良くて真っ白でもベージュでもないようなニュアンスカラーのセットアップ、本当に1枚で大人見えするのでおすすめです。今日は結構ジュエリーもりもりで、ディナーデートですかレベルで華やかな雰囲気にしてるんですけど、こういう感じで着るもよし、あとはもっとラフなアイテムを合わせて、あえてスニーカーとか合わせても可愛いので、セットアップはほんと1枚で雰囲気出るし、おしゃれに決まるし、おすすめです。ちょっとこの辺の肩を出したりとか腕を見せたりっていうのが結構気になるので、職場とかでは着れないですけど、逆に職場で着れるぐらいのセットアップが欲しい。なんかいいのないかな。あんまりラフすぎるとバックウェーブって本当にだる着というかパジャマというか、なんか冴えない感じになりすぎちゃうので、程よくデザイン性があってっていうセットアップ欲しいんですけど、なんかいいのないかなと。なんか最近本当お買い物のことばっかり考えてるので、節約しないとなと思って反省してます。ということで、おまけ終わり。またねー。